皆さんこんにちは。ここ最近ね、現在進行形の都市伝説っていうのか、なんかね、世の中をね、ざわざわさせるような出来事にね、携わることができて、もちろんね、昔の有名なね、都市伝説とかをね、解明するのもいいんですけど、よりワクワクしますよね。この未来に向けてなので。今日の話題も僕が間接的に関わることができて、もしこれが事実だったら、事実になったとしたら、世界が間違いなくひっくり返る。今みんなに世界のね、トップにいる国はどこですかって聞いたら、おそらくね、9割の人たちがアメリカって答えますよね。イメージ的にも実質的に GDP でも中国が追い上げてきている中、トップを独走しています。ただこれは第二次世界大戦以降のお話で、ずっとね、この2、3000年、6000年の中、ずっとアメリカがトップだったわけじゃないですよね。もうアメリカなんて存在してなかったし。でもね、過去にどのようにしてその権力がね、移り変わっていったのか。狩猟時代人々はその日の食料を狩りに行くっていうシンプルな生活であったため、独占的な働きはさほど見られなかったと思います。しかしね、農業を覚えたことによって食料保存できるし、土地の所有も大事になってくるということで、権力と知恵を持っているお偉いさんたちが仕切り出して、働く者と働かない者の構図が出来上がります。そこにアブラハムを中心とした宗教が登場してきて、人々は信仰心を築き始めて、天国に行きたいと思うようになるんですね。なんだそれって思うけど、事実ですよね、これ。たくさん働いていい行いをして、罪を犯したとしても懺悔すれば許され、天国に行ける。食友情という名の天国へのチケットを買えば天国に行けるという話を信じ、こんな話誰が信じんだよって思うかもしれないけど、これがね、握手券みたいにバカみたいに売れて、信者がどんどん急増していくんです。そして教皇はガッポ儲かる。十字軍は聖地を守るという名目で領土を拡大してきました。まさに信者を獲得していくことで、お金も武力も、そしてね、権力も増していく。宗教ってそういうものですよね。誰もね、天国を見たことないはずなのに、もう死んだらね、この世に存在してないはずだからね、死んだらあの世のことなんてね、伝えられるはずないのに、みんなはね、それを信じて、それを信じたいからっていうことで頑張って働く。そして次々と領土をね、侵略していく植民地っていう名の。ここで暴れ回ったのがスペインとポルトガル。トルデシャリス条約といって、スペインは西に、ポルトガルは東にとね、キリスト教を普及しつつ、財宝を押収し、植民地を拡大していきました。このスペインから独立したオランダが、今度は東インド会社という貿易会社が、貿易という名のもと侵略をし、繁栄し、オランダ黄金時代に突入。いや別にヨーロッパ西洋が嫌いなわけじゃないですからね、僕。ただ事実ね、歴史を見ると、彼らは貿易という名のもと、お前らそれを起こさなかったらね、ぶっ殺すぞっつって、全員ぶっ殺していってね、侵略して植民地化してますよね。しかしそんなオランダ黄金時代も永遠には続きません。それを塗り替えたのが、イギリスの産業革命。繁栄したイギリスでは、キリスト教カトリックのやり方に納得がいかないピューリタンたちがメイフラワー号に乗ってアメリカ大陸に渡り、先住民族を虐殺し、アメリカを建国。このようにね、スペイン、ポルトガル、オランダ、イギリス、そしてアメリカと時の権力が移り変わってますが、もちろんこれは国に限った話で、その国の範囲外でね、権力をつけてずっとね、繁栄している人たちはいるんですけど、ここからがキーポイント。20世紀、主要なエネルギー源の一つが石油でした。世界の権力がね、分かったところで、みんなね、この世界の富が一部の人々に集中しているのは、まあ、なんとなく肌感覚で分かりますよね。これ陰謀論、都市伝説とか関係なく、それにね、大きく関連しているのが、利権。実は利権にはね、やばさの順があるらしくて、まあ、このような順なんですけど、金融、資源、食料、医療。金融利権は大量の資本を操り、市場を自由自在に操ることができます。資源利権は誰もが必要とする生活の基盤になるエネルギー、天然ガス、水、石油、IT 技術などを牛耳ることで莫大な富を得る。食料利権は農業生産、食品加工、販売先などを牛耳ることで、みんなが毎日食べる食料に影響が出てきます。そして医療利権。これはね、言うまでもなく、みんなの健康に直結するお薬の製薬会社、緊急機関、保険会社を牛耳ることで健康面で依存させるシステムが構築されます。今意外にもね、この医療利権はね、結構上の方に来るのかなと思いきや、下の方なんですね。どの分野も生活には絶対欠かせないですよね。なので、ある意味ね、そこの利権を牛耳ることで、文字通り世界を征服することができる。そんな中、今日扱うテーマは、思っている以上に、みんなが思っている以上にね、身の回りに頼りになっている石油。石油って聞くと、中東の石油を想像するかもしれないけど、実はスタートはアメリカ。しかも世界で生産性も1位です。当時の石油の使い道は灯油として明かりを灯すぐらいでした。まあ、そもそもね、当時自動車に使われてなかったんですね。自動車はアルコール燃料で動いていました。しかしそこに禁酒法が実行されたことにより、アルコールは飲んでいいけど、運んじゃダメっていう、大麻ぐらいね、わけのわからない法律、大麻の法律
率も変わったけど、ちょうどガソリンの需要も増加してたので、自動車もね、結局ガソリンに塗り替えられるんですね、このタイミングで。そしてここで第一次、第二次世界大戦が勃発して、よりガソリンが必要になるじゃないですか。需要が一気に増す。これを成功させたのはもちろんロックフェラーのスタンダードオイルです。彼はね、石油産業のほぼ全ての段階、採掘、生成、輸送、販売を統制したんで、そのおかげでね、そのコストを削減することができたと。そこから世界は一気に石油製品が市場に出回るようになりました。石油が僕たちの生活には欠かせないものになりました。たった150年前から本格的に使用され始めた石油。今ではね、生活のどのような部分で使われているのか、ほんと全てなんですよ。石油の 40% は熱源として使われています。LP ガス、灯油、重油、家庭のガスコンロストーブ、火力発電所で電気を作ったり、そしてこちらもまた 40% は動力源。これはね、みんなね、一番想像するものなんじゃないでしょうか。ガソリン、軽油、ジェット燃料、交通手段としてね、使われる自動車、バス、飛行機、船の動力源。ただ、これだけじゃないよ。残りの 20% は原料として、プラスチック製品、ペットボトル、ビニール袋、化学繊維を使用した衣料品とか、あとなんと医薬品も石油を原料に作られています。ほんと文字通り身の回りのもの、みんなの身の回りのもの全部石油でできてるでしょ。面白いことに。しかもね、またこれも興味深いんですけど、石油ってそもそもどうやってできたのって話なんだけど、これが地球に溜まる太古の生物の死骸などがね、地下に積み重なって、高温で微生物の分解作用によって数百年から数万年かけてできるものなんです。だからある意味石油ってみんなのその体からできてるようなものなんですね。体からできて、その石油を俺らも採取して、ある意味サイクルみたいな感じで遡ると、150年前まではプラスチックが地球上になかったんです。海にね、散乱している光景も150年前はなかった。二酸化炭素による温暖化も産業革命以前はなかった。考えられないよね。今のこの地球のこの光景って、100年前ぐらいまではなかったんですよ。急に急速に起きたから、今地球どうなんだ、やばい長いっていう流れになっているんです。じゃあたった100年、150年でなぜここまで石油が使われるようになったのか。製造工程見たら分かりやすいんだけど、このようにね、原油を加熱炉で熱すると、それが石油蒸気になって、その時の温度の違いによって取れる成分が変わってくるんですね。高度に熱した部分からは重油とかアスファルトになるので船、火力発電所、そして低温に熱した部分では LP ガスになるので車やね、ガスコンロなどに使われると。これはね、連産品といって同じ工程でいくつも異なるものが出来上がっちゃうってことを言うんですね。だから重油だけが欲しいみたいなことは無理で、結果燃やしたらね、他の部分も取れちゃうよっていう。なのでね、昔はね、そのようなね、製品がいっぱいなかったので、いらない部分は産業廃棄物としてね、捨てられていたそうなんですね。ただロックフェラーね、めちゃくちゃ無駄を嫌う人なんです。少しでも無駄が生まれたら、それをちゃんとね、効率的に回せるようにして、いろんなものをね、石油で賄えるようにしたと。しかも第二次世界大戦が勃発すると、貴金属やその他のね、資源は軍事用途に優先的に使われて、民間人には制限されたので、代替素材としてプラスチックが市場では急速に増えたんです。はい。プラスチックも石油でできているので。だからちょっと面白い見方をしたら、ある意味世界がね、この石油にね、合わせに行ったみたいな見方もできますよね。全世界の皆がね、依存しなきゃいけない状況を作ったと。なので、時の権力者はスペイン、ポルトガル、オランダ、イギリス、そして今ではね、アメリカという名の石油という見方もできる。まさにオイルマネー、ペトロダラーとも言います。ペトロとはね、ペトロリアムは石油という意味。このガチガチに凝り固まった利権の世界、もしここに新たな石油のね、製造方法が登場したら、世界はどのように変わってしまうのか。なんと今年の1月、水と二酸化炭素から人工石油を生成する実験を大阪市が支援すると発表したんです。それが京都大学名誉教授の今中教授が発明したドリーム燃料。ドリームなんかちょっとうさんくさく詐欺っぽくないっていうね、最初思っちゃうかもしれないけど、なんかどうやらね、彼らね、フリーエネルギーのようなものをね、発明してしまったっていうんです。なんだ、それはやばい。ちょっとその話聞かせろと。もしこれが本当だったら革命が起きる。ちょっと僕ね、科学とか詳しくないので難しい話は全く理解できないんですけど、佐藤光郎さんっていうね、神様とのおしゃべりでバズった作家さんがね、僕が仲良くなって、このドリーム燃料にね、着目して拡散している人物なんですけど、彼に聞いてみたところ、石油は炭化水素と呼ばれるように、主にね、炭 C と水素 H が何重にもくっついてできているそうなんです。そのため、原油を熱すると、炭素 C が多いものはね、下に溜まり、炭素 C が軽いものは上に溜まるそうなんです。そこで炭化水素であるなら、H もある、C もある、水 H2O とね、空気 CO2 から作れることができるんじゃないかってなったんです。もちろんそんな単純な話ではないと思うんですけど、なんか気になる方はね、自分でちょっと調べてほしいんですけど、とりあえず今中教授が発明した光触媒というものでね、水を照らすとラジカル水というものができて、そのラジカル水に最初は種となる油を入れると、空気中から CO2 の C を奪って、コップの中にあるラジカル水から H
地を奪って炭化水素は種として入れられた炭素数を増やしていくという原理が起こるそうなんです。なので難しい話置いといてね、毎時120リットルも作れるようになるというんです。それ本当ですか？魔法じゃないですか？もしこれが本当だったら1リットル10から14円で石油ができることになります。今皆さん石油の価格、ガソリンの価格わかります？ 1 リットル160、70円ですよ。10分の1で作れるようになるということなんです。いや、それは夢のような技術。確かにドリームだわ。しかも考えてみてください。水と空気からできているガソリンなどで見られる黒い煙もなく透明で綺麗な煙が排出されるそうなんです。しかも何が一番すごいって空気を資源として使っているということは地球温暖化の原因となっていると言われる二酸化炭素問題も解消されるかもしれない。そう、空気中の CO2 をね利用するのでそれもね解消されるかもしれないっていうもうとんでもなく夢のような話じゃないですか。まず価格面で10分の1となると石油がどれぐらいね世界中の製品に使われているか先ほど話しましたよね。全て10分の1となるとその石油にかかっているコストも10分の1ですよ。全てとんでもなく世界がね変わってしまうのが分かりますよね。どのように変わるのかもう正直分からない。俺もどのように変わるのみんな教えて。石油の 40% が動力源なので貿易に使う船、飛行機、トラック、車も全て10分の1。石油の価格がね 40% の電力に関してはディーゼル発電機で賄える。今排出量取引制度といってね CO2 の排出にお金を出す、あるいは吸収することでお金をもらえる制度があるんですけど、自分でね吸収しつつなおかつ排出するエネルギーもエコって無課題人間みたいな話。自分で出した排泄物を逆にこの装置を使うことでお金がもらえるっていうことがわけわかんなくなるよね、本当に。とりあえず本当フリーエネルギーとまで言わなくても、それに近い技術になります。発展途上国の国とかね、世界中にこれを導入することで、もしかしてみんながもう本当ね、低コストでエネルギーを自由自在に操ることができるようになるかもしれない。これは文字通り世界が変わります。もし本当だったらね。っていうのも過去に第二次世界大戦中、海軍大将の山本五十六や元首相近衛文麿を騙した本田コルトミーという人物がいたんですけど、彼はね何で騙したのかというと水からガソリンが作れるというものでした。本田コルトミーは以前からもね藁から真綿を作るといった詐欺などを繰り返していた人物なので、さすがにねガセだったと思うんだけど、当時日本は戦争中石油を止められてしまい資源に焦っていた。そんな時に嘘だと思いながらも喉から手が出るほど欲しい石油の話にね耳を傾けたという状況、わからなくもないよね。もしこれ本当に、ね、発明に成功してたらそのね海外の石油にね依存させるためにこれを誰かがね隠蔽させたみたいな話もあり得るかもしれないし、ただ今の日本は石油を 98% 海外依存しています。状況がねすごく似ている。しかも今ね日本をみんな感じてますか？都市伝説だけじゃないかもしれない。このなんか日本すごいムーブメントってあるじゃないですか。縄文人はすごいんだ、日本の技術はすごいんだみたいな流れが謎にありますよね。本当都市伝説業界だけじゃないと思うんですけど、それと合わさってね今注目を浴びているっていう見方もできるかもしれない。しかもこの水とね空気からガソリンができるっていうのは世界中でね過去に報告されてて、1954年にはアメリカではグッド・フランチっていう人物が水をガソリンに変える緑の粉薬を発見した事件、1983年にも中国ではね水からガソリン事件、2012年にはイギリスの小さな企業が水と空気からクリーン燃料を作る新技術を発表した。あと真意は確かじゃないんだけど一応このようなね報告はされているんです。もしこれが本当だったとしてもおそらく隠蔽というか潰されてるのは間違いないと思うんだけど、今回の件も今まで同様詐欺事件なのか、あるいはこの技術は本当でその利権とのせめぎ合いで潰されてしまうのか、あるいはこれが事実でみんなに知れ渡ってこの流れを止めることができなく世界がねいい意味で変わっていくのか。みんな信じたいからこそ疑って疑うじゃないですか。なので佐藤光郎さんはねなんと彼ね本当にこの技術を信じたいから疑って彼が本当に一番疑ってるからこそなんとねクラファンで1億集めてこの装置を買おうとしているんです。言い忘れましたけどこの今中教授のこの技術装置2億円するらしいです。高っって思うけどもうこれ高いのか安いのかいまいちわからない。いやもしかして安いのかもしれない、わかんないけど2億から1億するらしいんで、なので光郎さんはね本気でね世の中を変えたいと思っている一人なので、彼はなんとね1億円をクラファンして、それをね実際自分で手にすることによって本当にね実現した本当に石油を作ることができた、車も動かせる、発電もできるってなったらこれをね広めたら世界が変わるじゃないですか。彼
はそれをしようとしているんです。もちろんバッシングはとんでもなくたくさんあるそうなんですけどね。もちろん冒頭に話した利権だらけの世界はそう簡単にはねひっくり返ることはありません。なのでやれることとしてはこういった技術がもし本当なら一人一人にまずは知ってもらうこと。今永教授の技術がガチだったら彼もね命を狙われるかもしれないレベルの話です。スタップ細胞のようなお話ですよね。真意はわからないけどみんながしてしまえばその流れは止められない。ただもちろんその最初の一歩は大変で未知の領域に踏み込むとき最初はバッシングの嵐です。ただそのもの自体が本物ならバッシングを乗り越えたら新時代の幕開けになります。これ案件でも何でもないですからね。本当に現在進行形のまさに検証系の都市伝説です。なのでこの先はどうなるかわからない。本当に詐欺かもしれないし本当にガチで潰されるかもしれないし本当にガチで世の中に広まるかもしれない。いろいろ議論されてるんですよ。彼が詐欺だ詐欺だって言ってて、ただ誰々が言ったから信じてるとか誰々が言ったから信じないとかそういったなんかちょっとくだらない論争にもなっているので、まずはそんなとやかく言っても分かんないので自分で体験してそれを見てね自分で調べるしかないですよね。最終的にはね大勢が言ってることにね傾くのでまずは自分で勉強して経験することでしか本当のことは分からない。だからミツロさんはそれを行っている。ただこれは夢物語かもしれないけど本当にね都市伝説で語られているようなことが事実だとして、そして今回の件も事実だとしたら前回の動画2025年がターニングポイントになるという話ありましたよね。このドリーム燃料も2025年から本格的にレンタル販売がされるそうなんです。なんかこれ以外にもね2025年を機にねすごい発明がね日本初で出てくるという話があるんですよ。2025年に向けて東芝が発売する予定のペロブスカイト太陽発電という太陽発電のとりあえずすごい版とね NTT が光電半導体を2025年に向けて販売予定で、これはねスマホの充電が1年で1回でも良くなるかもしれないという技術。このようにね日本人すげえ日本人って実はすごかったんだっていうムーブメントとこの2025年日本が生まれ変わるっていうものが本当にね一致したらとんでもなく2025年からの世界が明るくね日本人がバーンと来る世の中が来るんじゃないかと、これくらい夢を持っていいんじゃないでしょうか。どうでしょう皆さん今日の話。ぜひね皆さんの意見も聞かせてください。ちょっとこれ別日に収録しているんですけど動きがあったんですね。なんとねみつろさんから連絡が入りまして、なんとこのプロジェクト自体を中止するということです。クラファンで1億集めて買うっていうプロジェクトをなんとねその教授が体調を崩してしまったそうで講演をね2回もねキャンセルしているんですね。となるとねみつろさんもさすがにねここにフルコミットするのはちょっと今じゃないんじゃないかという気持ちになって今回は中止することにしたそうなんです。なんでしょうね何が動いているのか。教授本当にね体調を崩してしまったならば陰謀的な目で見るとね圧力とかがあったのか、あるいはねシンプルに普通の生活をしててね急に注目を浴びて何千件のねメールが来たらちょっとね病んじゃうこともあるんですよ。なのでそういったケースなのか、あるいはその装置自体がね正しくなかったのかわからないよ。僕はねその印象操作とかあまりしたくないので全てのね可能性をこうテーブルに並べますけどわからないけど今回中止したそうです。ただまだねこの技術に関してはねみつろさん曰くまだ一応期待できるそうなので今後何かあったらね僕もね携わってね何かあったら配信していきたいと思います。はい楽しみにしてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。